Well, I ask you very confidentially, and she's just gets alive in her direction. In perfection. Well, I ask you very confidentially, and she's nice. In her perfection. お疲れ様です。どうして取れちゃうのかな、本当にかわいそうに。11月なのにまだ蚊がいるよね。入れるよ。ほい。こんにちは。どうも。友です。いらっしゃいませ。なんか早すぎたかな。大丈夫です。ありがとうございます。もちろんいいですよ。いらっしゃいませ。どんなんですか。これ。これ何？私ね間違えて2個買っちゃって。これ。開けてみて。ああ、アビロード、アビロードか。へえ、すごい。もアビロードそのもの。う。あ、本当だ。すごい。これどこにこれどこにしましょう。気まぐれの時にどっかに貼ってもらうとか。どっかに貼る。読めたっすね、右か。あ、ごめんね。まあね、せっかくぐらい座ってもらったのに、ごめんね。まあ、知らない。あ、どうもかった。よろしくどうぞ。はいどうも。じゃあ、行きましょう。記念すべき1曲目です。記録されますよ。そうか。でワンツースリーフォーですけど、ここはじゃあ ER 算数でいきましょうか。ER 算数、ER 算数。無理チーパーでいきましょう。ER 算数。シングルのロック。なんでこれを持ってきてるんですか。あ、毎回持ってきてるからなんです。毎回。ただ単に毎回持ってきて自分たちの演奏を録画して、後でまあ記念に見ると。僕もバンド活動もやって、もうそれこそ50年ぐらい、15ぐらいからだからもう50年近くやってるんですよ。50年間ベース。ほとんどベースですね。私はね、そのギターで、彼はずっとベース。でドラムで。僕と彼は大学時代の一緒にで、こっちは職場の職場の先輩後輩。
じゃあこの3人で結構バンド組んだりします？そうですね、バンド名とかあったりします？ミスティマウンテンダグっていう名前あるんだ。ミスティマウンテンダグっていうバンド。彼はかっこよかったかな、昔は。私は全然モテないけど、彼はかっこいい。女の子にモテたりしました？いやいやいや、もうそんな緊張しなくていいんですよ。いや、もう音楽喋ってんだったら何でも喋っちゃうよ。あることないこと。今夜だったらビートルズの好きな人ばっかりが集まって、で普段はバラバラのこう生活をしていて、で突然ステージに上がって一緒に演奏するっていうのはもうびっくりですね。こういう場所があるっていうのは、これは歌詞を打ち込んだものを持ってきました。普段からこういうのを持ち歩いて歌詞を暗記すると、電車の中でこう曲を聴きながら読んだりとかして読んで見て。今日いらっしゃる時も電車のそうですね。やるのが1、2、3、4、5なんです。今日僕らは3人で来てるんですけど、ボーカルがいないというので、今日そのジョンのパートを歌える人をさっき急遽お願いして一緒に歌ってもらったんです。見ず知らずの人たちが突然一緒に演奏し始めると。で曲は共通してますからみんな知ってるんでしょうけど、じゃあ曲ねって言っただけでみんな演奏ができるというのがすごいんじゃないかな。はいポーズ。じゃあ福さん次セットリストセットリスト作っといて。なんかストラトがいいんだっけ？ストラトだったら嬉しい。ストラトあれでもいい？赤いのでもいい？お、どうもいらっしゃい。いらっしゃい。お、社長。絶好調でしょ。いや、とんでもないですよ。トランプが悪いの？トランプが悪い。バイデンが。バイデンが古い話じゃん。実はそれも、前はね、ここはねリハーサルスタジオだったんです、バンドが練習するリハーサルスタジオ。その方がもうちょっとお年も召されて、それで昔のインターネットですね、だからまだ黒い画面のインターネットで掲示板で上野でカクカクしかじかこういうスタジオがあるんだけど、そこを誰か代わりにやる人いないかな。だから22年前、自分は赤城山の方に家があって、帰って蜂を育てる、そういうことをやって遊びたいんだっつって、でそれをで僕ここ見に来たんです。夜来たの。夜来たらすごい、この街はとにかくすごい街なの。なんかもう、バチュラーなこうなんていうか、飲み屋街なわけですよ。だからそれならここでこんな場所があるんだったらお酒を飲めるサラリーマンの人とかもみんな今バンドやるし歌うし、
叩くし、そのオーナーにそれでって言ったらあんたがやってる。ビートルズがデビューする前にまだハイスクールだった頃に演奏してたリバプールのライブハウスがある。音楽を聴いて良くなってるかもしれない。だから例えばポールが歌ってる後ろにあったレンガならいいよ。トイレかもしれない。よくライブやるとこうお店についてるカメラで撮ってくれますけど、こういうカメラで撮られるとめちゃめちゃ緊張しますよね。頑張ります。そうなんです。家にも当然あるんですけど、家で弾くのとこういう場所で弾くのって違うんですよ。多分緊張感だと思います。家は緊張しないじゃないですか。だから弾いても楽に弾けるけど、外は必ず緊張するんです。でこういう場所で緊張して弾くと、どんな場所に行っても弾ける確率が上がるんです。やっぱりバンドっていうのは複数の人が集まってやるものなので、一人でやるのが楽しみとはやっぱ全然違うと思うんです。で緊張感もありながらちゃんと弾けた時の楽しさ、新しい曲を覚えた時の楽しさ、これをみんなと共有できるのが楽しいんです。やっぱり介護の仕事です。介護、ちょっとね危なかったんです。1時間前に体調の悪い入居者さん、高齢者の方出て救急搬送になったら来れないところだったんですけど、でもなんとか来れたんです。運命ですね。ありがとうございます。ナイス。いや泣いちゃうよこれ。笑っちゃうじゃないですか。機材だとかドラムとかはもうやっぱり消耗品なんで全部まあなくなったわけですよね。代替わりしたんだけど、この子だけはずっとこれはいいものでは、グレードの高いものではないらしい、ヤマハでもね。だけど独特な音がするって、ここ来て弾いた人はそうなんて言うんでしょうね。でクイーンのフレディ・マーキュリーのピアノの音がする。これですかね。これですかやっぱり。フレディの音がするって。みんないい子でみんななんかもう宝なんですけど、これはやっぱり自分が16歳15、6から使ってるギターで、これはやっぱり分身、自分の分身ですね。奥さんより長いしやっぱり。そうですね。これはやっぱり宝中の宝だから。何もしてないです。ぶら下げて毎日音聞かしてるだけ。当時でね9万円だったかな。だからびっくりしないでしょそんな。でもね当時のね、僕が高校1年ぐらいの時の9万円って言うとね、そうですね、ゴルフ会員権とか買えたんじゃないかな。9万円ははい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 、もうまあうちのママが社長なんでもう一生何もねだらないからって言って、ダマくらかして小切手を切って楽器屋へ行っちゃったんです。優しい家族ですね。まあ放任なんでね。映されてる。Thank you.
今年還暦になったから2010 60歳うんその時はまだほら私が来たばっかりお客さんの時でそのお客さんでやったほら公開スパーリングっていうこのアントンスタジオのライブイベントの時に初めて吹いたエルトン・ジョンの「YourSong」頑張って練習した割にはあそこまで短期間でできたのは自分ではそれはそれでみんなには褒められたけどでも自分で聞いてみたら音痴な人が歌ってるみたいな感じ。次は何マーサ絶対また音を外す。その時にキーボードでたまたま来てたお姉さんが私のちょっと1個ぐらいの上の人で私ここでバイトしたいって言い出してコズちゃんもね今ほら風太郎で暇だし、やらないかみたいな感じで。ここですごい上手くなりました。もうここでマスターがいきなり「はい今入ってはいここで行け」みたいな感じで、もう「と言いながらも「ほら行けほら」みたいな感じで蹴らないよ蹴らないよ。家にはパートナーがいるので、パートナーが頑張って稼いでいるので、パートナーさんがここに、小樽姉さんが演出していた時に見たことありますか？ない。興味がないみたいで、だからもう全然私の趣味とパートナーの趣味は全く別だから、もう私は私の世界を言ってます。頑張ってねみたいな感じ。この辺から頑張れみたいな感じでいってらっしゃいみたいな感じ。みんなもらったギターばっかりで、ここはこれ僕のですね。でこれはもらったギターこれは僕のだからいろいろいいとは。これもらったギターです。これももらったギター。大概ねここにあるのね結構もらっちゃったりでお客さんが置いてっちゃったりしてる楽器が多いんだけど、持って帰れない人はその一番右のやつ、奥さんに怒られるから決まってんじゃないですか。うちに同じのあるでしょって言われる。ただ違うんですよ、ギター弾きから見るとちょっとずつ違うんです。あとこれは遺品です。もうそうお客様、これも10年以上前だったかな、前で、それでその時にここでもお弔いのライブをやって、そうセレモニーをやって、だって突然だったからっていうのは、だからなんていうか送る会だから、そうみんなが集まってね、その人もビートルズが好きだったから、うちで一番値段的には一番高価なギターかもしれないですね。生徒の時にどういった曲が好き？やっぱりビートルズでした。その人はね、Oh yeah, tell you something, you can understand when I tell you something, I wanna hold your hand。ここがなんですよ。でね、僕が印象に残ってるのは I wanna hold your hand, I wanna hold your hand。ここのハーモニーのところをやっぱり一緒に遊びに来る方と一緒にここを本当にピタッと合わせたいんで、そうって言ってね、なんか意外とみんな合ってないんだよとかって言いながらね、俺たちは合ってるじゃないとかって言いながらねやっててね、元気だったのに亡くなっちゃったよね。
来れば遊んであげたいなと思ってたんだけどとねいう感じはありますね。もう一度やりたかったなって。一つだけこっちから言うと、ここのお店って高校生の時に一度来てたんです。でそれはこのお店の前、これねスタジオだったんです。練習スタジオで、高校生の時に友達とバンドやってて、でここに来たんです。で1回だけで来なかったんですけど、で人から教えてもらって来た時に、そう30年経ってあここって思い出したんです。運命です。でその時にここを見つけて案内してくれたその時の高校生のバンドのリーダーがもう10年ぐらい前に急に病気で亡くなったんです。亡くなって、でしばらく経ってからここに偶然来たんですね。でその時にその時の仲間のリーダーがなんかここを教えてくれた感じがしました。なんかふわってきました。涙が出ました。言葉にはできないです。すみません、もう一回やります。緊張するな。テイク3。She's standing right in front of me, speaking words of wisdom. Let it be, let it be, let it be, let it be. Whisper words of wisdom. Let it be. When the broken-hearted people living in the world agree. Let it be, let it be. Although they may be parted, there is still a chance today you see. Let it be, let it be. Let it be, let it be, yeah, let it be. Let it be, let it be. このギターが僕がこれ17歳ぐらいの僕なんですけど、でこのギターがギターです。さっきの、ね、親をだまくらかして小切手を切って買ってこれが僕ですね。シングルですね。シングルです、はい、1枚だから唯一1枚、はい、当時は CD じゃないですよ。レコード版ですけどね。レモンドッグ。レモンドッグですね。これドッグですね。レッド・ツェッペリンにレモンソングっていうのとブラックドッグっていうのがあったんですよ。そしてビートルズがデビュー前にムーンドッグスっていう名前だったんですよ。だからそれもちょっともじってレモンドッグでいいじゃない。あと結構いろんなとこ行きましたね。九州、関西方面は結構行きました。でそれもやっぱりテレビだとかラジオ局だとかでかけてもらう。でテレビ局は行って奥様のそのワイドショーなんていうそういう時間帯に行って口パクでこう歌うとか。その時は学校休んで活動され
僕だからあんまなんていうかアイドルなんでそんなに学校もあんまロックスポ行ってないんですよね本当にそこは本当大声で言えないんだけど本当に、とにかく野放図というかとにかくだらしない子だったんで1年ぐらいで引退しちゃったんです。もうなんか渋谷にジャンジャンってライブハウスがありまして、でそこでもう大御所ですよ、そうモップさんって言ってその方と一緒に出られるって言ったんです。その時僕朝までボーリング場で遊んでて寝坊したんですよ。でそれでまあ慌てて行くんですけど当然もう始まってる時間僕らスーツだった、スーツのユニフォームはもう持ってってくれてるからで行けばねよかったんですけどそのまんまで着替えればいいんですけどバーンと入ってってそのまま舞台まで行っちゃったんですよ。そしたらモップさんが先にやっててくれてるわけですよね。そしてもう今もう死んじゃったもう鈴木宏光さんっていうボーカルの人が「お前レモンドッグお前いいよお前もう着替えてこいよ」ってもう言われて本当あれが一番恥ずかしい思い出でしたね。ちょっとでたらめでいい加減だったんでもっとちゃんとねだから本当に何度も言うけど戻れるんだったらちゃんとお前ちゃんと真面目にやれよって。だから全てがそうなんかそういうねクリアスで今ねだけどその16の時の僕が今68なんです僕でそうするとこんなことやってるって当時の僕に会ってちょっと話したい気もするんですけど「お前68になってこんなことやってんだぜ」ってそうすると絶対「バカじゃないの?」って言われるに決まって。